こんにちは、よもぎ屋の仲間です。今日はですね、大工さんが墨付けで使う、墨刺しの話をしたいと思います。線を付ける道具ですね。はい。で、金属製のものと竹のものがあります。僕はこの金属のものを使っています。ただこれ、多分カッター墨刺しっていう商品名だったと思うんですけど、これもうメーカーがなくなってしまって、もう手に入らないです。こういうふうに交換式だったんですよね。でこれ自体ももう僕これ最後の1個でなんか売ってるかなと思っていろいろ探したらメルカリでなんか1万円とかになっててすげえ高くなってるんですよ。だからいやこれなくなったら困るなと思ってたんですが今回なんかおすすめするもう売ってないのでおすすめするものなんかないかなと思って探してみたらこの匠さんが、カーペンター墨刺しっていうのを出してました。でこれ同じようなものなので、これの使い方、使えるまでのところの説明の方をしたいと思います。竹と金属どっちがいいのかっていうと、竹の方が安いです。これ3本入って400円とかで売ってます。竹から本当は作りたいところなんですけど、北海道だと竹生えてないんですよ。そうなんですよ。北海道に竹はないんです。で、姫竹っていう細い竹はあるんですけど、墨刺しが作れるぐらい太い竹って北海道にないんですよ。だから買うしかないですよね。だから僕関東行った時に竹林見てめちゃくちゃ感動しましたもん。で安いのがメリットです。でただ先端の摩耗が激しいので結構使い捨てる頻度は多いですね。でこれ型墨刺し金属製の墨刺しのいいところは、長持ちします。先端の摩耗が少ないので、10倍竹の墨刺しの10倍長く、線が引けるというものだそうです。で長く使うことができます。これ貝刃って売ってんのかな。貝刃って売ってんですかね。ちょっと分かんないけど、はい、もしかしたら先端の貝刃も売ってるのかもしれません。でこれ高くて2400円ぐらいした気がしますね。ずっと使うんだったらこっちでもいいと思います。ではちょっとそれの使い方仕込みの方をやっていきたいと思います。変えれないっぽいですね。先端の交換はできなそうです。はい。書く部分ですね。この文字書く部分は、交換で2本予備がついてきてます。はい。では、使い方の方、竹の方からやりたいと思います。まず竹の墨刺しは水につけておいてください。水につけてから使えます。最低でも30分ぐらいですかね。水につけておいてください。で、このままだと使えないので、まずここの先端ですね。先端鋭利にするのと、あとここの文字書く部分も、潰して作っていきます。水につけとく意味は墨の持ちが良くなる、墨の引き、染み込みが良くなるっていうのと、あと加工する時、これ削る時に柔らかくなるのでって感じですね。先端をこののみで先端をもっと鋭利にします。はい。で、ここですね。あと持った感じもしも太いなと思うようだったらここカンナで削ってください。あとここですね。先端の部分ももう少し細い方が。でこの外側みたいのは先端の方、これですね。は先端の方を取ってあげてください。書く部分ですね。はい、このように先端を削りました。でこれ先端をハンマーで潰します。こんな感じですね。で潰してあげて、で先端を筆のようにするという感じです。で潰してからちょっと整えてあげます。こんな感じですね。これで「い」の位置とか
いうふうに書きます。で切り墨だったらこう書いたりとかっていうふうにここで文字を書いてあげます。でこの蹴った方はのみでざっくり先端鋭利にして、でここも砥石でさらに仕上げます。中戸だけで十分です。でこれ研いで鋭利すぎると刺さりすぎて書きにくいので先端を少し潰します。髪の毛の半分ぐらいですかねぐらいの、太さにしてあげます。こうやっても刺さんないぐらいの、鋭利さにします。こんな感じですね。こういうふうに線がいけると。ここに細い切れ目が入っていることで毛管現象で中にいっぱい墨が含むような作りになってます。これで墨持ちがこういうふうにやるとにじみ出てくるので、毎回こういうふうに毎回こうやってやらなくても、墨持ちがいいと。で書いて、でこれでこう切り墨ですよとかここ取るよみたいなことをします。これが竹の作り方ですね。で金属の方も、基本的には同じですね。これカッタージュ来た状態でも書けるのかな。買ってきた状態だとちょっと線太いですよね。これが今鉄製のこのやつ、これもですね、これ鉄製のやつです。でこれ竹で今引いたやつですね。これだとまだやっぱちょっと太いので、これも砥石で研ぎます。これも同じく中戸でいいです。1000番2000番ぐらいでいいです。そんな仕上げまですることはないです。はい、でこれも先端尖らせすぎると木材に入り込みすぎて線が描きにくくなってしまうので、これも同じく髪の毛半分ぐらいの、太さの、先端を潰してこういうふうに最後にツッと潰して髪の毛半分ぐらいですかねの、鋭利さにします。いいですね。いいですね。この墨差しいいかもしれないですね。これが今研いで引いた線がこれですねになります。でここは濡れてるとこういうふうに滲んじゃうんですよ。で木材も濡れた木材だとこういうふうに滲んで書きにくかったり見にくかったりするんですけど、こんな感じになります。竹で描いた方がこれですね。これが竹で描いた方で、この2本がって感じですね。好みだと思います。竹の方ももっと研いで、刃をもう少し先端鋭利にしてあげれば同じような線になります。はい。で、好みだと思います。どちらでも構いません。ボールペンでも構いませんし、墨差しでもいいですし、あと文字の方ですね。文字の方はマッキーみたいですね。なんかマッキーで書いてるみたいな感じの感覚です。でもいいんじゃないですかね。はい。なんかこの竹のやつとかってもっとなんか柔らかいんですよ。筆に近い感じの書き心地なんですよね。でこっちはなんか本当芯って感じですね。マッキーの先端で書いてるような感じです。これも気に入らなかったら潰せばいいですよね。潰してあげると
柔らかい質感になるので、そうですね。潰してあげるとマッキー感が少し柔らかくなります。伝え忘れたんですが、これ墨差しの最後の1本、ここですね。これって太くなってます。ここ細くいっていって最後だけ太いっていう風になってます。でそれは書いていった時に、こうやって書いていった時の粘りですね。なんかこれがないとすごいふわふわしたものになるんですけど、これが最後太いおかげでこう粘りのあるしっかりした線が描けるようになっています。これも最後の1枚樹脂が入ってるんですよ。プラスチックの樹脂。ここの一番最後だけプラスチックなんですよね。で多分それも同じその粘りというかコシが出るようにこれがついてるんだと思います。墨差しの話をさせていただきました。こういった竹のものでもいいですし、こういう金属のものでもどちらでもいいと思います。あともちろんボールペンでも構いません。それは本当人の好みだと思います。はい、ということで、墨差しの仕込み方ですねのお話をさせていただきました。ではありがとうございました。